はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月後半のタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね、早速。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。節制逆、ワンドキング逆、ワンド8逆、ワンドナイト逆、ワンド3逆、ワンド10逆、ソード9逆、全部逆位置でしたね。気をつけることや対策がワンドの4と、忍者の逆とオラクルがじゃんペンタクルスの2です。なるほど。はい、ちょっと解説しますが、先に星の話もさせてください。星も大事なので、前回の、動画でも説明したように2月の17日が日食になります。でこの日食っていうのは次の日食まで影響する約半年間の大きなテーマとして捉えることができますので、伊手座さんにとってはこの誰かとのコミュニケーションとか、自分が学んでいくこととか伝えることとか、読んだり書いたり話をしたり好奇心があること、そういったことに関して非常に大きな恩恵があります。ここから半年間かけてそれを育てていくみたいな感じです。ですから何かを学んでいる方にとってはすごくその成長が著しく学べるでしょうし、もっとつながりたい、例えば接客業されている方とか、交渉されている方とか、お仕事でねコミュニケーションを生かしているという方にとってはさらにそこが磨かれるっていうこともあるでしょうし、それを使う機会があるっていうのもあるかもしれません。なので何かご自身がどのようにその自分の能力を、コミュニケーション能力とかビジネスの交渉能力とか勉強とか、普通に友達との関係でもいいですし、何かそこでどのようにそこを生かしたいかっていうことを17日ぐらいに決めていただければ、そのような流れがあるっていう感じがしますね。でそして19日からは太陽が魚座に入ってくるので、ちょっと心の中がほかほかしてくるっていうのがあるんですけど、一般的にはね家が落ち着くとか幸せだなって感じるみたいなところがあるんですけれども、ただですねちょっと今やっぱり火星も伊手座さんにとってはね水上座さん伊手座さんにとっては3月2日まではすごくせわしないところにいるので、忙しいんじゃないかなって感じはします。でも見事にワンドってことで、ワンドっていうのは勢いとか情熱とかバイタリティとかなんですね。だから何にバイタリティを燃やしているのかによって状況は変わりますけど、一般的には仕事頑張ってるっていう方が多いと思うんです。でお仕事じゃなくても今勉強頑張ってますとか、何か自分を律するための、もしくは自分をもっと良くするために何か取り組んでますっていうか、何かその目標に向かって頑張ってるっていう感じがすごくするんですね。でただその結果がすぐに出ないっていうところでもがいてるのかなって感じがカードが描かれています。ただこれ星と絡めてみると本当によくわかるんですけど、ぜひ土星が示す今後3年間のテーマっていう動画をですね、去年出したやつですけど忘れた頃にもう一回見てほしいです。動画はあれは2027年まで使える土星の動きに関して解説した動画で、伊手座さんにとっては自分が人生を作っていくとか、自分が人生にチャレンジしていく上ですごく必要な学びが今来てるんですね。なので何もなくひょいひょいひょいでただ行くだけでは面白くないんです。でこれまで散々時間をかけて土台を築いてきたわけですから、ここからどうやって自分を立てていくかとか、何にチャレンジしていくか、挑戦していくかっていうのが示されてるんですけど、ゲームだと思ってみてください。この難しいゲームを攻略していくのって楽しいですよね。でもなんだよ難しすぎるのは面白くないなって言って放棄してしまうのもありですけど、ちょっとハードルの高いゲームをクリアするための学びがあるよって思っておいてくださいね。これが特に後半の大きなテーマです。そしてもう一つちょっと注意として、2月の26日から3月21日まで約3週間なんですけど、水星という惑星が逆行しているように見える時期があります。でこれは水星というのはコミュニケーションとか勉強とか交渉とか交通手段とかっていうのを表すものが地球から見た時に逆行しているように見えるっていうのは、実際そうじゃないんだけどそう見えるっていう誤解が起きやすいタイミングだと言われているんですね。で特にこれが魚座という見えないエネルギーの中で起こるので、
なんか内側で伊手座さんにとっては心の中でとか内側でなんかモヤモヤするなとかなんだかなみたいな感じにあるかもしれませんが、それも意味があると思っておいてください。その物事がはっきりくっきりこうだからっていうふうに決まってなくても、曖昧な状況の中でもその曖昧だからこそ見える可能性があったりとか、曖昧だからこそ育っていくものがまだまだあるっていう状況で、自分が何を作っていくのか、何を決めていくのかっていうのが今後半年間のテーマだよっていうことなので、ちょっと今回のこの3週間の水星の逆行とか、2月の末から3月頭のこととか、2月の後半に起きている自分のそのなんかコミュニケーションに関するテーマっていうのが結構重要だなと思ったんですね。ちょっと抽象的で申し訳ないんですけど、ちょっとカードも読みながら説明していきますね。まず入り口が節制の逆なんです。で、節制というのはものすごくレベルの高いコミュニケーションとかレベルの高い仕事ぶりみたいなのを表すんですね。まさにこれが私の理想ですっていうような状況で、その状況になるための状況ですっていう感じなんです。まだなってないんだけど、なるためにいろいろ試行錯誤しているみたいな感じで、どうしたらそうなるのかなみたいなことをもがいているっていう感じでしょうか。そして、やっぱりここでワンドの金が逆位置が出てるので、例えば上司が何か違う提案をしてくれたら私はもうちょっと過ごしやすくなるのにとか、会社のルールがもう少しこう変わったらもっと自分の意見を言いやすいのにとか、自分の能力を生かしやすいのにみたいな、ちょっと動かすのが難しいなって思うようなものがある感じがしますね。それを壁だと感じてるような感じがします。でそれに対してでもすごく頑張ってる。ここに至るまでにやっぱりバンドの8が出てるってことは相当動いたなって感じがあり、相当頑張って伊手座さんがなんか取り組んだりとか、状況的にもうわこっちかあっちかって言いながら動かされたりとか、でもそれに対してすごくうまく対処してきたんだなって感じがします。ワンドのナイトなので、もう自分で走りましたみたいな、頑張りましたっていう感情が出ています。そしてただそれが逆位置で出てるっていうことが、いわゆるすごい頑張ってるんだけど、その自分が納得するような形で評価されていないとか、納得するような状況になっていないっていうことだと思うんですね。それが先ほど言ったなんか会社のルールとか、なかなかこれは変わらないよなみたいな、そういうものがあるのかもしれませんね。大きな壁みたいなものが。でも今やってることっていうのは伊手座さんにとって本当に価値があるって分かっているからこそ、これは自分の将来につながることなんだって分かってるから頑張れるんですっていう感じがして、すごく前向きに頑張ってますね。ただその後ワンドの10の逆っていうのがあって、無鉄砲にとにかくもう言われたまま全部やるとか、もう自分を犠牲にしてくったくたになるまでもうやるっていうのはやめようっていう感じが出ています。こんなに頑張ってこんなに必死でやってる姿を見せれば分かってもらえるんじゃないかなと思ってたけど、いや分かってもらえるわけじゃなかったんだみたいな、いや頑張るのは自分の勝手で頑張ってるんでしょって言われちゃうみたいな、そんな感じがあって、分かってもらえないならやり方変えようみたいな感じもあるかもしれません。ちょっと待ってくださいね。そうですね、さっき言った本当に難しいゲームの攻略を練っているっていう感じで思っておいてください。どうすればこれクリアになるのかなみたいな、そういう人生のシーンだと思ってくださいね。なのでがむしゃらに同じことピコ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 同じことやっててもそれはクリアにならないので、じゃあこっちの道から行ってみます、じゃあこっちから行ってみようみたいな、ちょっと違う見解を持つっていう感じが出てますね。そしてどっちにしてもこの2月の後半っていうのはものすごくうまく立ち振る舞うっていうふうに出てるんです。おそらく忙しいと思います。また流れも強いしね、15日以降ちょっとホッとするとはいえ、家の中ではホッとするんだと思うんですけど、でも実際はやっぱりチャレンジすることとか仕事とか日常のやることはあるんだろうなというふうに出てるので、でもうまくこなしますよ。上がったり下がったりしながら、もうなんか疲れたって言いながら頑張るって言いながら、なんか文句も出てくる、文句言いながらでも喜びもあるみたいな、なんかもう本当にいろんなことがジャグリングのようにこう回りながら過ごしているのかなって感じがします。そして気をつけることや対策として言われているのは、少しだけ落ち着いてゆっくりする時間も持ってねっていう感じですかね。これはなんか
どうすれば攻略できるんだ、どうすれば変わるんだって前進すればするほど消耗しますけど、ちょっと休憩、ちょっとこれ置いとこうって言って違うことしてみるとか、自分はなんでそれをやりたかったんだっけもともとみたいなことをもう一回ちょっと振り出しに戻って考えてみるとか、これは水星逆行期間それすごく適しているので振り返ってみるとか、自分の昔の日記を読み返してみるとか、そういえば1年前はこうだったなみたいなことを思い出してみるっていうのもいいことなので、ちょっと止まってゆっくりと自分を見てみるっていうのもいいです。そしたらなんかすごい焦ってたけどめちゃくちゃ私進化してるじゃないみたいな感じで自分のことを認められるものが見つかったりとかもするかもしれませんし、こっちですね、これね、この忍者のカードなんですけど、内省してるっていうカードなんです、これはね。そしてまたゆっくりとのんびりとくつろぐ時間も持ってねって感じでしょうか。これ誰かと一緒になんか遊びに行ってもいいし、楽しく過ごしてもいいし、伊手座さんこんだけやってるんだからゆっくりしたり楽しむ権利だってあるよって感じがしました。これはね、そんな感じかな。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみますね。仕事、お月さんですね。そして、フール、そしてタワーということで、なんか仕事に対してはなんかこのまま自分がやり続けてなんか先が見えないみたいな気持ちになったりして、ちょっとなんかプチンってきそうですねなんか別に実際辞めるかどうかは分かりませんよ。そんな決まってないし、それはご自身で決めて状況を見て判断してもらいたいんですけど、気持ちの上でもうなんかいいやみたいな、なんかそういう感覚があります。もうこれはここまででいいやとか、そういうもんだなみたいな感じで一つ自分の中で節目をつけるような感じがありますね。ちょっとなんだろう、自分がこの仕事に対してやってきたその情熱とか、ここまで積み上げてきた努力っていうものを周りの人なのか上司なのか結果なのか何かでもういいやって思わせるような何かがある感じです。でもある意味これ強いですよね。これ全部ダイヤルカードなんですよ。なので仕事はものすごく学びが大きいっていう感じですね、仕事を通して。なのでもしかしたら何か一つのことのやり方を変えるここでもね、ただがむしゃらに頑張るっていうやり方を変えて、ちょっとこっちからやってみようみたいな、あっちからやってみようみたいなのがあるので、今まではこっちからやってみようっていうことをやること自体をためらっていたかもしれないけど、もういいです、やりますみたいな感じで開き直ってやるっていうのもあるかもしれない。とても大きな気づきがありそうです、お仕事に関して。でも忘れないでほしいのは、いつでも私たちの意識っていうのはそういうふうに破壊と再生を繰り返します。ガーンってなってみたり、そうだったのってなってみたり、目から鱗みたいな感じになっていつも飛躍するんですね。なのでお仕事を通して何かそういう気づきがあったら、それはもう宝物だと思ってください。なんかめちゃくちゃ嫌な気持ちになったんですけどっていうことがあったら、それこそ宝物だと思ってください。何が嫌だったの、何を自分は思い込んでいたのっていうことで新しい見解が生まれますので、はい、とにかく2月の末はさっき言ったちょっとゆっくりする時間を持ちながら違うやり方を探していくって感じがします。ちょっと人間関係見ますね。カップのエース、エンペラー、女教皇ということで人間関係はとてもいいです。人との関係においては全然うまくやれるし、自分がこの人とどううまく付き合っていけばいいかっていうのも全部わかるって感じがあって、非常にその人との関係を通して自分の強さをまた思い出してるし、喜びや温かさっていうのも思い出してるエースもありますのでね。なので人間関係全然悪くないです。もしも新しい人と出会いたいなと思ってらっしゃる方にとってはどんどん出会いの数を増やしてください。出会えば出会うほどもう池田さんは分かると思う。この人は私に合うとか、この人は私に合わないとか、そういうのも分かるから、なんか変にそこで疲れるっていうわけではなく、自分に合う人を見つける、それはもう数打てば当たるっていう感じがするので言ってください。そしてこれまでの関係性の中ではやっぱりすごく自分に自信を持っているとか、
強さのある人との関係性がうまくいくんだなって感じがします今ね、特に。特にお仕事がね、さっきのすごくインパクトが強かったから、なんか仕事を通して本当に自分の大事なことに気がつくって感じがします。でこれは本当に大事な宝物なので、何か感じたらこれ2月の末ですよね。で特に日食あたりっていうのはいろいろ起こりやすい時なんです。で3月の3日が月食です。それを過ぎて、そうね、それを過ぎて落ち着いてきてからですね、やっぱりね、3月21日の水星逆行終わったあたりからぐんぐんとまた変わってきますので、約、大体ですよ、3月の末ぐらいまで我慢しようって思えるんだったら、多分この2月の末で経験することや3月のことっていうのが4月からカクンと上がるって感じがしますそこを見極めにしてください。はい、なのでもしもですけどね、いやもういいわ、もうこの会社辞めようみたいな感じでもし踏ん切りをつけるとしたら、やることやりながら次の仕事を探すっていう感じかな。でその次の仕事っていうのが4月の末ぐらいから可能性が出てくるよって感じがします。でもしくは自分でされてる方っていうのは何かやり方をとにかく変えるっていうのがあり、4月の末まではいろいろ準備したりとか、なんかつながりを作ったりとかして発表するまでにしばし時間をかけるっていう感じがしました。はい、いかがでしょうか。なんか通じましたとか分かりました、ヒントになったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントを教えてください。ちょっとね、もう一枚オラクルカード引いてみます。どうかな。池田さんの2月後半は、はい、パーソナルガイドという感じのカードが出てきましたが、これを見て何か感じることがあれば皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってくださいね。いいですね。なんかこう自分の魂にご縁のある存在とか波動とかが個人的にガイドしてくれてるよってことかもしれませんね。はい、ということでありがとうございました。ぜひ豊かな実り多い時間をお過ごしください。失礼します。